車中泊車仕様にした費用ですね。はい。はい、中古のキャラバン始まりました。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということで、今回はね、フリートーク、このキャラバンを買う前にね、実はキャンピングカーを買う予定やったんですよ。様々な事情があって、キャンピングカーを買えなかったわけなんですよ。まあ予算とかもね、ありますけれども。それで、まあ、キャラバンを購入して、自分で車中泊仕様にしてみようということで、今までね、いろいろやってきたわけです。最初ね、エブリーで車中泊しててね、ちょっとね、夏場の車中泊とかも耐えれなくなったので、それと豪雪地帯の北海道マイナス20何度とかいう世界ですよね。それを車中泊で体験してみたかったということで、選んだのはディーゼル4駆のキャラバン、プレミアム GX やね。で、まるちゃんがね、車大きくなるから怖いっていうことで、アラウンドビューモニター付き3年前に購入したんですよ。で、その時6年落ちの車で走行が15万キロ。これがね、160万円で購入しました。乗り出し160万円ね。これ激安やと思います。ご尽力いただいた車屋さんのおかげやと思ってます。ありがとうございます。それでですよ、いろいろ今計算してたわけですね。まず最初に購入したのが、ベッドキットの中古ですよ。これね、新品買ったら高かったんでね、これがね、まあ6万5千円。今も気に入ってます、このベッドキット。メーカーはボディラインさんのやつやね。これね、いろいろ収納とかもあるし、木製で直にね、いろいろ配線とか打ち込めるし便利でした。次に購入したのが網戸。これがね、メルカリかなんかやったね。1万円。安い。これ UIB 来るかなんかのやつです。次に作ったのがカーテン。レールとかもね、一式込みで、まあ6000円ぐらいで作ってます。これはね、何年のカーテンで作ってますね。6000円。最初ね、今はね、あんまりシェード使ってないんですけれども、最初シェードめっちゃ使ってました。でシェードが、これもね、めちゃくちゃいいの買ったんですよ。で、1台分4万円かかってます。これね、今ほとんど使ってないです。スライドドアとリアゲートぐらいかな。今となったらね、ちょっと無駄な買い物やったかなと思います。で、次に断熱材の類ですね。ルーフとサイド。これがね、1万円でうちは住んでます。これは安いと思います。これ、服部農園さんに教えてもらったのと、まだね、動画にもあるんで、チェックしてみてください。で、12ボルトクーラーが、まあ、約7万円。これね、アマゾンでネックポッカとかいうやつ買ったんかな。クーラーつけるのにね、クーラーガスがいりますよね。4000円。クーラー取り付け費用ということで、まあ、3万円計上してます。これね、ステーと人件費。これ友達にね、いくらか払った人件費とか、ステーとかのね、金額含んでます。12ボルトクーラーとか動かすのに、まあ、最初は200アンペアアワーのレノジーさんのついてたんですが、今はね、460アンペアアワーのサブバッテリー、リタイムさんのがついてます。これが15万円。で、バッテリーモニター、残量計ですね。これが1万円。走行充電器はレノジーの50アンペア走行充電器を使ってますね。これが約2万6千円ぐらい。これね、全部定価じゃないですよ。購入金額ぐらい。インバーターが2000ワットで、まあ3万円。これもちょっと多めに見てます。配線資材がね、まあ多く見積もって5万円ぐらいかな。配線の資材ね。太いケーブルとかいろいろあります。照明、ダウンライト。調光器、これが5000円以下で済んでますね。で、FF ヒーター、これがね、まあ、2代目今なんですけど、壊れたわけじゃないですよ。より多機能を求めて、最新の FF ヒーターを輸入してきました。
もちろん激安モデルです。これ1万円で購入してきました。で、今年の北海道でも大活躍。もうこの FF ヒーター最高です。これは動画にしてますね。これもよかったら再生リスト DIY にあるので見てください。で、スマートテレビが、これドンキのやつ。2万円。これ Google TV が入ってるんで Amazon プライム、YouTube とかそのまま見れます。チューナーなしですね。で、イレクターパイプの類、ルーフのね、ところに沿わせてます。これ5000円で計上してます。で、冷蔵庫。これ、まるちゃんにさっき聞いたらね、だいたい3万円ぐらいやったんちゃうかなということで、これね、牛乳パック立つぐらいの高さあります。便利です。上開きのやつですね。3万円。で、床板。これはね、適当に貼ってある。貼ってないんですよ。置いてるだけなんです、うち。で、全面にやってるわけじゃないんですね。ベッドキットの途中ぐらいまで。だからもうほぼコンパネですよね。コンパネで何枚かで、まあ5000円で計上してます。2枚使ったか使ってないかぐらいです。で、その上に引いてる、カーペット。これが4000円で計上してます。ビスとか接着剤とかあまり使ってないけど1万円で計上してます。その他ざっくりで3万円で計上しました。こんなもんですよ。うちの車中泊号の装備。ベッドにクーラー、カーテン、網戸、断熱材でサブバッテリー、バッテリーモニター。そんなもんなんですよ。こんなもんなんです。皆さんが気になる合計金額ですよね。これね、いいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ざっくり合わせて、合計221万5000円。もちろん車体込みです。で、ナビとかオーディオとかは手持ちやったんで含んでいません。もちろんこれに伴う修理代とかも含んでいませんし、ね、シートを取った際に、構造変更、これも自身で行っているので含んでいません。またね、興味のある方は車の紹介動画とかいろいろ見てもらえたら嬉しいです。ということで、我が家の中古のキャラバンの総費用は221万5000円でした。夫婦ね、これで本当快適に夏でも冬でも車中泊してます。こんな感じでね、だからかかった費用って61万5000円ですね。車中泊車仕様にした費用、クーラー、FF ヒーター含みますよ。で、サブバッテリーも含みます。それが61万5000円でした。これを高いと見るか、安いと見るかはあなた次第ということで、皆さんもよかったら DIY でキャンピングカーもどき作ってみてください。上手な方はね、キャンピングカー作れると思います。何が違うのって言われたらよくわかりませんが、快適にね、これで旅できてます。で、ちょっとずつやるのも面白いと思います。そんなわけで、今回はね、ちょっと思いつきで作ったフリートークの動画なんですけれども、いろいろ発信していくので、またよかったらね、チャンネル登録、並びにグッドボタン、コメントお待ちしております。またね、今度はね、キャラバンの壊れたところとかね、やってみようかな。そんなわけで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。